朝子さんの場合は、災害のようなワンポイントの出来事による単純性のものとは異なり、長期に持続、反復する外傷体験、心が傷つく衝撃的な体験によってもたらされた、より重度の複雑性 PTSD だと考えられます。3人には忘れたくても忘れられない共通の過去がある。かつて、統一教会の信者だった彼女たちは、ある日突然、実の親に拉致監禁され、長期間にわたる説得を受けた後、脱会を余儀なくされているのだ。家族や親戚から親しみを込めて、あーちゃんと呼ばれていた宿谷麻子40歳がアパートに閉じこもるようになって、どれだけの歳月が経つのだろうか。私が麻子に初めて会ったのは2年前の夏だった。彼女の肌は首周りと手首から二の腕にかけてアトピーによる赤茶色の湿疹で覆われ、皮膚のところどころが輪状に固まっていた。思わず目を背けてしまったことを今でもよく覚えている。麻子の一日は大半が抑うつ状態で、何かあると突然頭が高回転して止まらなくなるという、精神医学で過覚醒、脳の異常興奮と呼ばれる症状である。アトピー、過覚醒以外にも吐き気、悪夢、動悸、不眠などの症状があり、とても苦しいと訴える。麻子の2人の友人も同じような症状に苦しんでいた。高須美沙36歳も同じうつ状態だが、暇な時間ができたりすると、かつての忌まわしい過去がフラッシュバックとなって蘇ってくるため、無理をして昼間は派遣社員の仕事を入れ、夜はお好み焼き屋で働いている。それでも深い眠りにつくことができず、睡眠薬を飲んで 2,3 時間寝ては覚醒し、また薬を飲んでうつらうつらしてから会社に出かけるという辛い生活を繰り返していた。中島ひろみ41歳は離婚して、小学校、保育園に通う2人の子供を育てているが、やはりうつ状態で仕事に就くことができず、生活保護を受けていた。かつてはアルコール依存、現在は過食症に苦しんでおり、時々パニック発作を起こすこともあるという。ひろみが悲しそうな顔をしながら話す。朝、起きられないんです。子供を学校に送り出すのが10時頃になることもしばしばあります。3人はいずれも精神科にかかっており、精神科医が下した診断名は一致して PTSD、心的外傷後ストレス障害である。飲んでいる薬は動眠剤、睡眠薬、安定剤、抗うつ剤など10種類に及び、公的な精神障害認定も受けている。麻子の主治医であるメダカメンタルクリニック横浜市の担当医は、私の質問に次のように答えている。朝子さんの場合は、災害のようなワンポイントの出来事による単純性のものとは異なり、長期に持続、反復する外傷体験、心が傷つく衝撃的な体験によってもたらされた、より重度の複雑性 PTSD だと考えられます。3人には忘れたくても忘れられない共通の過去がある。かつて、統一教会の信者だった彼女たちは、ある日突然、実の親に拉致監禁され、長期間にわたる説得を受けた後、脱会を余儀なくされているのだ。主治医の言葉を借りれば、それは信仰の自由を強制的に奪われ続けたという衝撃的な体験だった。その結果、彼女たちは今も深い奈落の底でもがき続けている。